こんにちは、作曲家ギタリストの黒沢大輔です。今回は IK マルチメディアのアンプリチューブメサブギー2を購入しましたので、早速レビューしてみたいと思います。はい、それでは早速触ってみたいと思います。で、基礎知識としましては、こちらのメサブギ2というのはバージョン2ではなくて、前回のメサブギ1無印の時には収録されてない新たなメサブギ製のアンプが収録されています。で、収録されているアンプモデルはこちらの4つです。特に自分が注目したいのは、こちらの Mark2C プラスと Mark5 です。で、いわゆるメサブギというと、レクチュファイヤー、銀色の鉄板っぽいパネルの、モデルを想像する方も多いと思いますが、もともとはフェンダーの改造から始まってこのマークシリーズが生まれ、この Mark2C プラスっていうのがかなりハイゲインなタイプで80年代とかに、メタリカとかが使用し始めて、それに影響を受けたドリームシャッターのジョン・ペトルシとかもメサブギを使用して、その後メタリカとか違うアンプとかも使ったりするんですが、ジョン・ペトルシはずっとメサブギのアンプを使い続けています。 2C プラス以降も、マーク3、前回のアンプリチューブのパックに入っていましたマーク3でマーク4、そして今回収録のマーク5とマークシリーズはあるわけですが、マーク4もマーク5も、ハイゲインのチャンネルに 2C プラスモードみたいなのがあったりするぐらい、この 2C プラスというのは明記とされているという感じですね。で、自分自身も Mark5 の 25W を持っています。で、2C プラスに関しては実機は弾いたことないのですが、どんな感じか早速弾いてみたいと思います。で、今回特筆すべきポイントは、このメサブギ2を購入するとアンプリチューブ5の本体を持っていなくても使用することができるという仕様になっていますので、拡張パックというよりかは単体のアンプシミュレーターという感じで使えると思います。では早速 Mark2C プラスを読み込んだ状態で鳴らしてみたいと思います。で、デフォルトだとアンプを変えるとキャビネットもそれにマッチしたような、おすすめのこれですね、このリンクをオンにしておくとキャビも合わせてくれます。ではそのままの状態で弾いてみたいと思います。はい、という感じですね。では、マーク5の方も弾いてみたいと思います。はい、という感じでデフォルト状態だとリバーブとかも効いてるみたいですね。これはちょっと音作ったりしてみましょう。パッと弾いたファーストインプレッションだと、デフォルト状態でちょっといなたい感じが両方ともあるかなと思いました。で、リバーブは Mark4 と同様、このバックってボタンを押すと後ろにアクセスできるので、このリバーブというのは0にするといいと思います。で、やっぱりこの5バンドの EQ、ここがミソになってくると思います。で、2C プラスは、まずボリュームとリードドライブとドライブが2段階になっています。この辺りは Mark4 とかも同様ですね。ですので、ゲインを上げるには、両方ともちょっと多めに上げてあげるとハイゲインになるかなと。はい、ゲイン上げてあげると、この段階で結構いい感じですね。はい、そしてこの5バンドの EQ が入ってない状態ですと、このようなちょっとぼわっとしたサウンドになるんですが、EQ を入れてこのように V の字のようにミドルをカットしてハイとローをブーストしてあげると、いわゆるメタルっぽいハイゲインなサウンドになります。はい、そしてやはりオーバードライブのブースターと相性がいいと思いますので、レベル上げ目でドライブ下げ目、オーバードライブを手前に入れてあげるとさらにハイゲインな感じになります。
は一旦オフにして、ここら辺の小さいつまみとかも触ってみましょうか。まずはブライト、ここで、オンオフできるわけですね。サクッと作った感じだと、このような設定が個人的に好みでしたね。で、ここにブースト加えてあげると、はい、こんな感じになりました。はい、続きまして、Mark V の方も見てみましょう。ちょっとデフォルト状態ですと、リバーブが強かったので、やはりこのリアというところを押して、これですね、リバーブ。ここら辺は全部オフにしておきましょう。かなりいろいろ、まず3チャンネルあって、真空管種類とかも選べるようで、EL34 にしたりとか。はい、それではフロントに戻りまして、で、今はチャンネル3が選ばれてます。で、チャンネル1がクリーンな感じで、チャンネル2がマイクランチ。原因を上げれば結構歪み、メインの歪みにも使えるぐらいではありますが、で、3がリードチャンネル。歪みの深いチャンネルですね。で、それぞれのチャンネルに、モードがいろいろありまして、これは今 Mark2C プラスモードですね。で、真ん中が Mark4、歪みがちょっと上がりますね。そしてエクストリーム。はい、という感じで、このような感じでチャンネル2と1もいろんなモードがあります。クリーンだったり、ちょっとミドルが太くなったりとか。クランチ気味になったりと。で、とりあえず EQ オンオフ。この EQ ですね。グライコがオンオフできまして、で、ワット数が選べますね。で、現実のアンプだとワット数下げると、当然音量も下がりますし、小さい音量でそれなりにアンプの真空管っぽい歪み感を保ったまま音量下げる場合は、10W とかにした方が、90W でボリューム小さくするよかは、いい歪みになるという傾向があるんですが、プラグインだとそういう音量とか騒音問題っていうのは気にしなくていいので、単純に出音が好きなワット数を選べばいいかなと思います。おそらく 90W とかの方が太い音が出るとは思いますね。Mark IV でやってみましょうか。45W。で、10W。はい、という感じで、いわゆるメタルっぽい歪みのジョンジョン系とかは 90W とかがいいんじゃないかなと。それに対して、クランチとかちょっと小さいコンボアンプとかで鳴らしてるような感じとか、キャビネットの方を、一発のキャビとかにね、1×12 こういうのにする場合とかは、ワット数減らしてみても面白いんじゃないかなと思います。はい、というわけで、Mark V の方が、つまみが多くてちょっとややこしいかなと、一見はそんな感じするんですが、実は、3チャンネルあるっていうのと、EQ はトレブル、ミッド、ベース。で、ゲインとマスター。Mark2C プラスの時は、ゲインが2段あったりとかしたのですが、Mark V はそこら辺は分かりやすくなってますね。ですので、Mark V の方が個人的には、分かりやすいかなと思っています。で、Mark V もトライアクシスとかもこのように Mark2C プラスモードとかっていうモードがあって、やはり 2C プラスはそれだけ明記とされてきた機種なんだなっていうのが分かりますね。今さらっと弾いてみた印象ですと、個人的にはこのリードチャンネルの Mark IV とかが結構好きでしたね。結局 Mark IV のモードを使うので、メザブギーの1の方のパックの Mark IV のアンプヘッドでもいいんじゃないかって感じもしますが、おそらく、この 2C プラスモードとかもそうですけど、Mark V でやる Mark IV 風モードっていうのと Mark IV そのものでやるのとはまた、出音が変わってくるとは思います。はい、それではチャンネル2を使ってちょっと歪みの深い
音っていうのを作ってみたいと思います。で、チャンネル2単体ですと、一番歪みそうなチャンネル、今クランチってやつにしてますけど、これでゲインマックスにしてもこのくらいの歪みです。ですので、ここにブースターを足してあげると、そうすると、こちらのリードチャンネルとは違った感じの歪みを作ることができたりします。今、ゲインはマックスで、モードはクランチ。EQ はそんなに激しくいじってないですが、グライコをオンにして定番の V の字にしています。という感じの音になってます。で、メサブギ系のアンプ、こういったハイゲイン系のモデルでもクリーンがすごい綺麗っていうのがあるので、クリーンチャンネルも音作ってみたいと思います。では、ギターの方、カープセレクターセンターにして、シングルコイルのハーフトーンみたいにしています。この時点でなんかいい感じですが、EQ はじゃあ、一旦オフでやってみましょうか。で、クリーンなんでゲインを下げたくなるんですが、ある程度上げてあげないと、芯のある音にならないので、ちょっと上げ目にしてます。トゥイードモードですとちょっと歪みが大きくなりますね。やはりクリーンモードで、じゃあこれワット数下げたりしてみましょうか。そうするとちょっとライトな感じになるのかなと思います。グライコを入れてみましょうか。こっちの方がシャープな感じになるかもしれませんね。はい、という感じで、デフォルトですと、マーク5にはこの 2×12 のロードキングのキャビネット。ロードキングっていうのは、レクチュファイア系で、確か鉄板のとこは黒っぽくなってるモデルで、ジョン・ペトルシャ、ドリームシャッターのトレイン・オブ・ソートって結構メタル色の強いアルバムで使ってた記憶があります。それの2発のキャビネットで、僕もレクチファイアの2発のキャビネット持ってるんですが、4発とはまたちょっと違った若干タイトな音という印象があります。ではこれを 4×12 とかにしてみましょうか。4×12 のロードキングっていうのがちょっとオープンなレンジの広い音になりそうな気がします。これだいぶ感じが変わりますね。これの 2×12 だと。なんかやっぱりこのキャビ向けになんかアンプの方も音が作られているような感じをしますね。ちょっと別のもともと1の方にあったキャビネットとかも試してみます。だいぶ変わりますね。ロードキングヴィンテージっていうのもあります。全部比べてやっぱり僕はこっちの方が好きですね。トラディショナルなレクチキャビですね。で、確か、主な違いは、この箱自体も違うのかもしれないですけど、スピーカーのチョイスが違った気がします。いわゆるトラディショナルなよく見るレクチュキャビの方は、ヴィンテージ30ってやつですね。これに対してロードキングとかはまた違ったスピーカーになってると。もしかしたら後ろが半分オープンとかっていうモデルがあったような気もします、ロードキング。はい、ではその他2つ、カリフォルニアトゥイードとトリプルクラウンというのも見ていきましょう。カリフォルニアトゥイードはクランチのランですね。こういうちょっとヴィンテージスタイルの。でこのままの状態で、ブースター等はオフにしてやってみたいと思います。こ
これいいですね。クリーンと相性がいい。ギターの方をセンターのハーフトにしてみたいと思います。ちょっとボリューム上げましょうか。カッティングとかもね、良さそうな感じしますよね。はい、という感じで、リバーブちょっと効いている感じが気持ちいいですね。一旦ゲインをマックスにしたらどのくらい歪むのかなと。はい、という感じで、クリーンかややクランチかっていう感じのアンプですね。で、今まで、メサブギ1の方にはトランスアトランティックとかが入っていたんですが、クリーン、クランチ向けのアンプとして、こちらの方がよりクリーンに関しては音作りやすい感じですね。シンプルに EQ が4つあって、ゲインとマスターっていう感じで。ちょっとワット数下げてみましょうか。私2ワットとかにしたらどうなのか。2ワットでゲイン下げて、マスターちょっと上げる。やっぱり音量がだいぶ下がりますね。あとはそのコンプ感っていうのもだいぶ少なくなるかなと。こういうなんか単音のカッティングとかする場合はワット数大きい方が弾けるような音符感が増すかなと思いますね。はい、というのがカリフォルニアトゥイーでした。で、もう一つ、トリプルクラウンってやつですね。これは僕本当全く知らないモデルなんですが、ハイゲインのモデルになるみたいですね。もうそのまま音出してみましょうか。全く初見ですが。はい、これが、本当に初見なので、どこがチャンネルなのかなっていうのが、ここで切り替えるのか。こっちが赤がリードなのかな。で、クランチで、クリーン。ここでハイゲイン、ローゲイン、クリーン、クランチみたいな感じで変えられるみたいですね。これのクランチも気持ちいいですね。ハーフトーンだと。いう感じで、やはりこのバックっていうのを押すと、リバーブがどこかにあるはず。これリバーブのチャンネルごとに変えられるですね。もうチャンネルごとに変えられるっていうのが、例えばリアルタイムで演奏、ライブだったりとか、MIDI コントローラーでチャンネル切り替えるみたいな時には便利そうですね。グリーンにはリバーブつけといて、他はオフにしておくみたいな感じで作ることができます。DAW とかで作業していても、自分のプリセットでこの3チャンネルともある程度音を作った状態で一つのプリセットっていう感じで保存しておけば、気分とかシチュエーションによってクランチはじゃあ2に使おうかなみたいな感じで切り替えることもできそうです。でじゃあハイゲインの方で自分好みの音を作ってみたいと思います。で、マルチソーク。これはワット数みたいなことですかね。おそらくワット数的な感じだとは思います。でスイッチがノーマルとタイト。でグライコはないので、メタルっぽいのを作るときは、ミドル下げて、ベースとトレブルはちょっと上げみたいな感じですかね。ゲインをちょっと上げ目にしてみます。なかなか中低域がしっかりした感じのサウンドですね。いわゆるドンシャリにする場合は結構下げ目にした方がいいかもしれないです。は
はい、という感じですね。単体で音を作ると。じゃあこっちの原因は下げて、ブースター使う感じもやってみましょうか。ちょっと物足りないぐらいに原因をして、ブースターで歪みを足します。はい、という感じで、なかなかこのアンプもいいですね。メサブギーらしさがあって。このアンプに対応するのは、このロードキングの先ほど使った12インチが4発のキャビネットですね。これをじゃあちょっとトラディショナルな方に変えてみるとどうかな。はい。やはりこのアンプはさっきのロードキングの方が相性が良さそうですね。はい、以上がざっくり IK マルチメディアアンプリチューブメサブギー2のファーストインプレッションでした。前作のパックの方には、なかったよりモダンなモデル Mark5 とかっていうのとよりヴィンテージな 2C プラスっていうのが追加された形になりますので、これから購入検討される方、いきなり2の方だけ買ってもいいんじゃないかなと思ったりしています。ただ、レクチファイア系は入っていませんので、それも欲しいなっていう方は1と2と両方セットになったバンドルもありますので、いろいろ試してみると面白いんじゃないかなと思います。それではこの動画がいいなと思っていただけましたら、チャンネル登録や高評価の方よろしくお願いいたします。それではありがとうございました。